こんにちは、ゆかです。今日は私が自分の中ですごく恥ずかしいなと思ってきたこと、他の人にできるだけ知られたくないな、気づいてほしくないなって思ってきたこと、でも45年になって、45年経って、もうこれはね、私の一部なんだなって、一緒に生きていくしかないんだなって思ってることがあって、話したいなと思います。でね、このね、私が一番自分のことで恥ずかしいなって思うことを話すことで、多分ね、これ見てくれてる人、自分これでいいんだって、ちょっと安心してくれる人もいると思うし、勇気づけられる人きっといるんじゃないかなって思ったんですよね。なので話させてください。以前も少し話したことあるんだけれど、私が自分の中で一番恥ずかしいなって思ってるのって、私のこの手が震えるっていうことなんですよね。今は大丈夫。今日は大丈夫。今は大丈夫。なんだけど、このね、手の震えがね、始まったのって、私が小学校3年生ぐらいの時なんですよね。私の小学校3年生ぐらいの時に、すごく怖い思いをして、で、その怖い思いのトラウマから、本当にその日を境目に手が震えるようになっちゃったんですよね。もうその時の感覚っていうのはね、ものすごく鮮明に覚えてます。で、その怖い体験っていうのは、私が幼少期からもう20代後半とか大きくなるまで続いた虐待の中の一つのエピソードだったんですけれど、その時はね、もちろんね、他の時にも私にとっては大きなインパクトはあったんだけど、その時はまた違った怖さを感じたんですよね。で、うん、これは絶対にそう、殺されると思って。で、ものすごく私は怖い思いをして、その時のね、小学校の3年生ぐらいの私は怖い思いをして、その前の日までは何ともなかったのに、その時から手が震えるようになったんですよね。で、これって私にとってはすごく恥ずかしくてね、ものすごく恥ずかしくて、誰にも気づかれたくない。でも、多分みんな気づいちゃってる。でも誰も私にそれを言ってきたことが今までなくて、で、そのすごく怖い思いをしたトラウマから手が震えるようになってからは、例えば、当時小学校3年生でしょ、まだまだ学校に行きますよね。そうすると先生に当てられて、黒板に書いてごらんっていうようなことがある。そのね、書くっていうのがうまくいく時もあればうまくいかない時もあって、私はそれがすごく苦痛だった。この手の震えさえなければっていうのがね。で、黒板に何か書かなければいけないっていう小学校、中学校、高校っていうのが終わってもね、やっぱり人前で自分の手元に注目され、注目されるとかね、手で何かしなければいけないことっていっぱいあるじゃないですか。食事をするにもやっぱり手元って見えるし、一緒にいる人にね。それだけじゃなくても、何か文章を書く、自分の名前、電話番号を何かの書類に書かなきゃいけない時とか、本当にね、何でもないようなことに支障をきたすようなことがあって、結構私の中では恥ずかしい話なんですよね、これって。本当は誰にも知られたくないし、誰にも気づいて欲しくない。でもきっと気づいてるみんな。それぐらいすごく手が震えちゃうことがあって。でね、この手の震えのね、エピソードを話そうかなって思ったのが、数日前、私、娘のお弁当を作ってたんですよね、朝。
娘は毎日お弁当を持たせなければいけない学校に行ってるので、いつも作るんだけど、その時はね、すごく手の震えが強かった日って、本当にいつもの何でもないことができないんですよ。例えば、この長細く切った野菜をお肉で包んでこの肉巻きの料理を作るとかね、本当に何でもない、いつもやってるようなことが本当にできなくて、一生懸命包もうとしても、手の震えが大きすぎて、野菜をうまく包めない、何回やっても失敗してお肉がビリビリに破れちゃってもう使えなくなったりとか、本当にね、なんか切ない。うん。何やっても止められないから、どうしていいかわからないんですよ。だからね、自分ではそういうふうに大きな悩みを抱えてたんだけど、何事もないように平常心を振る舞って、外で生活してきてたんですよね、ずっとずっと。人から見られる広報だとか、社長秘書だとか、そういう仕事をしていたり、テレビの仕事もしたりすると、いろいろな人と会ってたりすることも、そういう時期もあった。テレビディレクターとかの時とか。でももうなんかね、自分でコントロールできないその手の震えっていうのを、自分には何事もないことじゃないけど、外向けには何事もないように強く堂々と生きてるふりをしていて、まあもともとはっきりとものを言う性格なので、それもまあプラスに働いてね、強がって生きてきてたんですよね。私、今までの人生、いろいろね、辛いことあったり、びっくりするような、まさかこんなことって起きるわけないじゃないみたいなことっていっぱい経験してきてるけど、でもね、その小学校3年生の時の手の震えを生んでしまったその虐待エピソードっていうのだけは、うーん、自分の中でまだそんなに感謝できないエピソードの一つ、自分の中でこれがあったからこういう風になれたんだ。これがあったからそういう人生を歩めるんだっていう風にね、大体のことは私、自分の中で学びの一つとしてプラスにしてるんだけど、その手の震えが残るようなことになってしまったっていう、それだけはまだ理由がわからない。うん。結構学生時代も人前で字を書くっていうことだとか、それが億劫になるし、だんだん大きくなってきても、人と食事をするのが苦痛になったりだとか、いつもじゃないけどね、なんだろう、その手の震えがあることで、私はすごく恥ずかしいな、嫌だなって思って、もう本当に手の震えが強い時って、箸もうまく握れない、うまくっていうかもう箸も握れない、何かもつかめないみたいなそんな風になっちゃって、結構苦しいんですよ。切ないね。うん。もうそういう体なんだって諦めたけど、受け入れたけど、それでも、私はこの手の震えがなかったら、チャレンジしてみたい職業だとかね、キャリアだとかね、あったことはあったので、いくつも。うん。この手の震えは、私の中でなかなかね、折り合いをつけにくい部分で、もし今でも、そういう精神的にインパクトの強いイベントがあって、そこからね、手の震えが出ちゃったっていう人が
治る方法があるんだったら、その治療を受けたいって思うくらい、それはまだね、自分の中で折り合いはついてない。ただね、これをね、話そうと思ったのって、多分私みたいな人っていっぱいいるんじゃないかなって思って、そういう人たちをちょっと大丈夫だよ、そういう人他にもいるからって安心させたかったのはあるし、勇気づけられたらなって思って今撮ってます。私ね、この手の震えっていうのはすごく私にとっては恥ずかしいもので、気づかれたくないし、知られたくないことだったんですよね。だから、ずっと何事もないようなふりをして生きてきたんですね。例えば、黒板に答えを書くっていう時には、手の震えがすごく良くない時以前に、いつ手の震えが始まるかわからないから、当てられるまで自分ではね、手を上げないようにしたりとか、それ以外ではね、すごく発言も多いし活発な子だったんだけど、黒板に書くっていうのだけは本当にね、避けて生きてきたり、それとか、大人になって仕事をするようになってもね、この手の震えっていうのを、やっぱり完全に忘れられることっていうのはなくて、いかに手元が見られないようにするかだとか、もしそこで手が震えちゃったらどうしよう、もしその時そういう体調の日だったらどうしようとかね、いつもその心配をしてたんです。心の中で。でも、外向けには何でもないように振る舞ってた。でね、この何でもないように振る舞って生きられる人っていっぱいいると思うんですよね。本当に体が悪かったり、明らかに具合が悪くって、お医者さんに行って診断してもらって、何らかの治療をして治る人とは別に、そういう診断もつかなくて、お医者さんも治せなくて、でも自分にとってはすごいコンプレックスがあって、で、そのコンプレックスと共に生きていかなきゃいけない。でも、そのコンプレックスばっかりずっと気にしてたら、普通の生活が送れないから、何でもないふりをして、大丈夫なふりをして、毎日頑張ってる人。だから、そうやって、どっかの部分で無理して頑張ってるから、誰かに助けてとかも言えないし、相談したってね、どうかなるものじゃなかったりすると、相談するのもやめちゃったり、全部自分の中で抱え込んじゃうみたいなね、そういう人ってきっといると思うんですよね。本当は自分の中に問題があるのに、本当は直したいことがあるのに、本当はどうにかなってほしいっていう現状があるのに、外に助けてって言えないで、そのまま日々どうにかこうにかこなしてる人、私がそうだったみたいにね。で、私はこうやってね、今 YouTube でその手の震えっていうことについてね、話す選択をしたんだけど、そのね、誰かに自分にとって恥ずかしいって思うことを話せない人もやっぱりいると思うんですよね。過去の私みたいにね。ただね、私それについては明確な答えはあげられない。こうしたらいいよだとか、大丈夫だよ、大したことないからなんて言えない。私にとってもこの手の触れっていうのがね、大したことじゃなかったから。人によってやっぱり自分がどの部分をコンプレックスに思うかだとか、どの部分がどれぐらいの重みで
悩みとしてその人の心にのしかかってるのかってね、やっぱりわからないし、大丈夫だよとか、こうすればいいんじゃないとか、そういうことって言えない。ただ、そういう人がね、いっぱいいるんだよって言いたかった。何でもないようなふりして、時には空元気だったり、何の心配もないようなふりをして、毎日毎日学校行ったり、仕事したり、普通に人付き合いをしてるんだけれど、実は自分の中で自分にしか知らない悩み抱えて、どうしてこうなっちゃったんだろう、どうしたら治るんだろう、どうしたらいいんだろうって。なんかね、そういう人がいっぱいいるんですよね。外から見たら明らかに問題があるように見えないからなおさら人に言いにくいっていうそういう問題を抱えて毎日それでも辛くっても悲しくっても頑張ってる人、切なくっても頑張ってる人っていっぱいいると思う。で、私がね、このね、自分の手の震えについて、答えを出したっていうか、こういうふうに生きていこうって思ったのは、私にとってこの手の震えっていうのはすごく切ないことなんですよね。例えばその自分がやりたいことも手が震えるっていうことで諦めてきたりすることもあったし、今でもちょっとね、うん、なんかやっぱり自分の中では大きい問題。娘にお弁当作ってあげるときに、いつも作ってるその野菜の肉巻きとかもうまくできなくて、お肉を何枚もビリビリに破いて、ダメにしてとか、そのね、な、言いようのないこの、やりようのない切なさ、悲しいとか怒りとかそういうんじゃなくて切ない、なんだろうね、そういうやるせなさっていうのかな。そういうのがあるんだけど、でも、私はもう、いろいろとね、試してみて、でもこの手の震えっていうのが治らないのかなって自分の中では、ちょっと受け入れてきてるところがあるんですよね。で、自分にとってはすごいコンプレックスだし、人に知られたくないし、そんなみっともないところ見られたくないって思ってずっと生きてきてたけど、でもね、自分にとってどうしようもできないマイナスだったら、いっそのことを、そのマイナスを自分の力になるような、自分にとってプラスになるような形で一緒に背負って生きていきたいなって思って、そのね、私にとってのその手の触れっていうマイナスをプラスに背負う方法ってこうやって人に話すこと。私が小学校3年生の私がね、虐待のエピソードでとにかく怖い思いをして、そこからトラウマで手が震えるようになってしまって、それがずっとずっと止まらなくなっちゃったと。あまりにインパクトが強すぎてね、そういう脳の回路になっちゃったんだと思う。うん。なんか神経の回路なのか。で、私はそれを話すことで、きっと何か悩んでる人だとか、幸せになりたいって思ってる人だとか、もうちょっとこういう自分になれたらいいのにって思ってる人だとか、そういう人にね、きっと何らかの影響を与えられるんじゃないかなって思って、この YouTube やってます。私自身もいろいろなところを自分なりにね、乗り越えて、外から見たら華やかではないかもしれないけれど、私の中では
当時の私が想像もできなかった生活をしてるし、人生を送ってるし、この幸せっていうのは当時の私ではとてもとても想像できなかった。でもね、それを叶えたんですよね。だから、そんなね、幸せになりたいって願ってるけど、幸せになれないってもがいてる人だとか、どうしても自分の中でうまく消化できない過去の傷があったりする人とかね、そういう人の助けにもね、なると思って話してます。はい。ということでね、今日はね、ちょっと以前は少しだけね、触れたことがあるこの手の震えについて話していました。私にとっては結構不便でね、ちょっとした飲み物を飲む時とかの、こういう動きもあるじゃないですか。それもできないことがあるぐらい、体調の変化なのか、自分の何が影響してるのかわからない。本当に日によるし、その瞬間瞬間急に出てしまったり、急に落ち着いてきたりとかね、いろいろなんですよね。結構、うん、情けないっていう言葉が近いのかな。やるせない、切ない、情けないって、結構情けなくって、すごく悔しい思いすることもいっぱいあるんですよね。もうみっともなさに。うん。だけどそんなみっともなさを抱えながら幸せに生きている人、みっともなさ、恥ずかしさだとか、その過去の古傷を抱えながらでも、幸せを実現したっていう人がいるんだよっていうことを伝えたいなって思いました。はい。それでは今日も聞いてくれてありがとう。じゃあね。